皆さん、お疲れ様です。ルナです。8.5 章、とっても面白かったですね。あざと可愛いズールーさん、囚人たちの個性的な授業、まさかの登場とかっこよすぎるが悲しすぎる退場の推定夜客さん。語り始めると語り尽くせないほど見どころ満載のストーリーでした。本動画では、その中でも領収さん関連について、感想と妄言、ちょっとした考察をお届けしたいと思います。妄想成分多めなので、ご注意くださいね。投稿主が Twitter でわめき散らしていたことをまとめた感じなので、そちらをご覧いただいている方には基地の内容の動画になっていると思います。では、早速参りましょう。シーチュンが家主にふさわしいことを証明するため、囚人たちで授業を施す流れになった一行。授業内容はソードさんとズールーさんが協議の上で決めました。ズールーさん可愛い無理あざとい結婚してください。というのは置いておいて、領収さん本人が提出した芸術の授業は却下され、領収さんは子供の扱い方について授業することが決定されました。ここで、大きな疑問が一つあります。なぜ、ソードさんとズールーさんは、領収さんが子供の扱い方に優れていることを知っていたのかということです。生活を共にしている囚人たちとダンテも知らない面を、ソードさんとズールーさんが知っているのはなぜか、考えられる理由はいくつかあります。まずは、ソードさんが囚人のステータスを知っている可能性。会社側が集めた囚人たちの個人情報を知っているという点です。しかし、ダンテも知らされていない囚人たちの入社契約内容や過去についての重要な情報を、ソードさんがアクセスできる立場にあるのかは疑問が残ります。特に、領収さんの背景は、会社にも扱いきれない、とされていますからね。その過去と密接に絡んでいるであろう。領収さんが子供の扱いに長けている、という情報を、ソードさんが知っているのは違和感があるようで、昇進した彼女ならありえそうでもあって、難しいラインですが、しかし、一番可能性の高そうな説ではあります。二つ目は、ズールーさんが領収さんの過去を知っているという説です。領収とズールーには関係がなさそうですが、ジオウ兄貴は8章ラストで、領収さんの過去を知っていそうな素振りを見せていました。彼がズールーに話していた可能性は、なくはないのではないでしょうか。あとは、領収さんの過去を知っているとかではなく、彼女が実際に子供をあやしている現場を見た可能性。しかし、ダンテや囚人たちは見ていないのに、ソードまたはズールーが見ている、という状況はなかなか考えられないのと、たとえ子供をあやしている現場を見たとして、その1回の目撃で子供をあやすことが領収さんにとって授業にできるほどの特技だと判断することができるのか、という疑問が残ります。それを言うと、説1にでも、領収さんが子供の保護者をやっていた過去を知っているからといって、子供をあやすのが得意である、という判断をするのはいささか早急な気がします。親である過去がすなわち子供をうまく扱えることを必ずしも意味するわけではありませんし、自分の子供と他人の子供は違いますし、保育士的な職歴があれば話は別ですが、なかなか謎が残りますね。領収さんの子供のあやし方は、大道芸、武芸の達人でもできない動き、と評価されていました。相当高い評価ですね。個人的には、腹話術をしているのがツボでした。まともに普通の会話もできないのに、子供のためなら腹話術でもするんですね。領収さんと子供が会話している様子はほとんど描写されなかったので、彼女が子供相手にも短縮語を使うのかは不明ですが、言葉を口に出す方法の中でトップレベルにめんどくさいであろう方法を、子供のためにやってくれることに萌えを感じました。H 社のものと思われるおもちゃを使っているのもすごいですね。ガキを育てていた環境がろくなおもちゃもない場所で、使えるものなんでも使ってきたから、見慣れないおもちゃも使いこなせる、とかあったりして、これら大道芸について、シンクレアに領収さんはそういうのをめんどくさがると思っていたのに、意外だ、と言われたとき、必要なら、学ぶもんさ、と答えています。つまり、彼女はそれを天性の運動神経か何かでこなしているわけではなく、おそらく彼女のガキのために、わざわざ手間と時間をかけて学んだ、と思われるのです。このセリフ、ジェミニ曰く、韓国語、英語ではもっと一般論的、必要に迫られたニュアンスがあるらしいです。つまり、大道芸が面倒であったことは否定しておらず、むしろ、シンクレアの見立て通り自分にとって面倒くさい部分があることを多少認めていると文脈的に読めなくもないのです。面倒なことでも、ガキのために学んで実行していたとしたら、それは相当な愛なのではないかと思います。また、考えすぎかもしれませんが、ガキをあやすためとはいえ、武芸の達人でも追いつけないほどの大道芸が必要になったというのも気になります。ただ普通に育児するために、大道芸ほどの怪し技術が必要になるでしょうか？いくら年とはいえ、ほとんどの母親はそんな高度なこと実行できないでしょう。英語版でレイホンがガキと言った時、単数形なので、ガキが複数いて、同時にあやす必要があったという可能性も低いです。これは妄想なのですが、子供が泣いて、それが権力者の気を損ねてしまったら、首が飛びかねない環境で育児をしていた、とかどうでしょうか。領収さんとガキはおそらく指の影響下で暮らしていたと思われますし、子供が泣いたら命の危険にさらされるため、
常に気を引いて楽しませるために、手を尽くしてあやす領主。一瞬も気を緩められない環境で弱い命を守りながら、子供に対しては不安な顔を見せない領主。あるいは、ただ単に領主さんのガキが、めっちゃ感情的でやんちゃで手のかかる、卓越した怪し技術が要求される子供だったら、面白いし可愛いですね。以上、妄想でした。子供の前ではタバコを吸わない領主さん概念は、古来より領主村で集団幻覚として存在していましたが、ついに現実になってしまいました。換気と上着払いというサービス付きで、さすがにびっくりしましたね。そのくらいじゃタバコの有害物質はなくせないだろ。というのは置いておいて、ストーリーの最後では、子供の前でタバコを吸うことを非常識とまで言っていたことが分かりました。彼女に常識の概念があったことが驚きですし、それをどこでどのような環境で身につけたかも気になるところです。ところで、ここでシンクレアの言うあの時っていつでしょうか？私は思い当たるところがなかったので、もしわかる方いらっしゃったら教えてください。ちなみに、タバコといえば、チーフバトラー領主も吸っていなさそうですよね。彼女が今使い守っているのは継承者グレオジで、子供ではありません。子供ではなくても、守らなければならないと思った存在に対しては、配慮ができるということでしょうか？単に雇い主に有害なことはできないからという可能性もありますが、もしも、囚人たちを守るべき仲間と認識するようになったら、タバコを手放すのでしょうか？とても細かい点ですが、頭の撫で方についても妄言を吐いてみたいと思います。よしよしと撫でるのではなく、ポンポンと叩いている、という描写が、わざわざ詳細になされていました。言い直してまでそう記述したのは、領主さんの気性を表したかったからだとは思いますが、ちょっと妄想してみると、かつてのガキが、よしよしとさするように撫でると、崩れてしまうような髪型をしていたのではないでしょうか？原点で、領主の娘は、女房として大殿に仕えつつも、大殿に気に入られ、身分に合わない高貴な紫匂いの内気を身につけたり、赤い下着を送られたりしていました。おそらくこれは、大殿の寵愛と下心の表現だと思います。娘は嫌でもそれを身につけざるを得なかったでしょう。このように、領主さんのガキも、権力者の下心によって、人形のように着飾られていたかもしれません。整えられたガキの姿に歯がゆい思いをしつつも、その髪型を崩せないために、ポンポンと頭を叩くしかできない領主。あるいは、単にガキが凝った髪型が好きなおしゃれさんだったのかもしれません。わしゃわしゃと頭を撫でるたびに、お母さん、髪崩れちゃうでしょ。とプンプンと怒られ、上から優しく押さえるような撫で方が癖になる領主さん。ああ、また妄想が過ぎてしまいましたね。失礼。領主さんが、歌、ドヒャ、囚人たち、領主さんが歌を口ずさんでいて、どうしたってならないんですかね。結構異常事態な気がしますが、この歌は子守歌なんでしょうか？いやー、旧章の足音が聞こえますね。挿入歌として、領主さんが歌うこの歌を聴けたりしないでしょうか？ちなみに、領主さんの声優さんのお歌をご本人様の YouTube チャンネルで拝聴できるのですが、可愛すぎてひっくり返りそうです。ご興味のある方、ぜひ聞いてみてください。概要欄にご本人様の YouTube チャンネルと、お歌の動画の URL を貼っておきます。領主さんは歌が得意なんでしょうか？苦手なんでしょうか？そういう芸術っぽいことはさらっとこなしそうではありつつ、苦手だったら可愛いなと思いつつ、大道芸のように、子供のために頑張って練習している領主がいたら、すごくすごいと思います。ということで、長々と妄想をお話ししてきましたが、結論としてはこうですね。来るべき旧章の日に備えて、赤ちゃん力のトレーニングをしておきます。ルナでした。Twitter ではこのような妄言を常日頃まき散らしていますので、ご興味ある方は覗いてみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。